日はギャルっぽくしたかったのでピンクを使います。眉毛一つですごい顔の印象柔らかくなったり強くなったり変わると思うので、自分に合った眉毛を探してみてください。皆さんこんにちは。ブラックダイヤモンドのあおちゃんです。しばらく動画を出していなかったので、今日はちょっと気合を入れて濃いめのギャルメイクをしてみました。昔やっていたメイクなので参考になると思います。ではスタート。カラコンはいつも通りトゥインクルアイズのスカイグレーを使ってます。他の青とかグレーより結構白めなので発色がすごくいいのでお気に入りです。下地はいつも通りこのプリマビスタの皮脂崩れ防止下地を使ってるんですけど、これは本当に優秀で私の動画には毎回出てくる優れものなんですけど、冬でも夏でもいい感じに使えるので皆さん使ってみてください。めっちゃ伸びるよ。ファンデーションはレブロンカラーステイメイクアップ370番とインテグレートの化粧下地を使って割ってます。ファンデとファンデを割っちゃうと結構濃いめっていうか重めの式になっちゃうので、割る方は下地で割ってます。で比率も鏡にのせてやってるんですけど、3対1ぐらいの割合で、あんまり白くなりすぎず黒くなりすぎずな感じでいつも使ってます。私はいつも鏡をパレット代わりに使って下地もファンデもやってるんですけど、手を汚さないためにいつも全部筆でやってて、で同じ筆なんですけどリキッドファンデ用とパウダーファンデ用に分けてて、この筆はめっちゃ優秀でリキッドでもパウダーでも本当に綺麗につくので皆さん使ってみてください。資生堂の筆です。コンシーラーはキャンメイクのカバー&ストレッチコンシーラーの一番明るい1っていう番号を使ってます。で前までは私ケイトのスティックコンシーラーだったんですけど、こっちの方が伸びがいいなって思って馴染みやすいのでこっちに変えました。いつも通り鼻筋と目の下のクマと、あとここ高く見せたい場所、こっちの方がファンデより白いので高く見せたい場所をハイライト代わりに使いました。すごい伸びが良くていいです。パウダーファンデは MAC のスタジオフィックスパウダーってやつを使ってます。これも筆でつけてます。で色は NC43 ってやつで、多分このシリーズでは一番黒いやつだと思います。黒にも2種類あって赤っぽいのとオレンジっぽいのがあるんですけど、私はオレンジっぽい方を使ってます。でこれはナチュラルっていうよりは本当にカバー力がすごいので若干重めに見えちゃうんですけど、崩れても崩れ方も汚くないのですごいおすすめです。今までずっと AC のパウダーを使ってたんですけど、ちょっと値段もするんですけどこっちの方がもういいのでずっとこっちを使いたいと思います。アイブロウは K パレットラスティング2ウェイアイブロウリキッドってやつで、色は一番明るいやつですね。今まではペンシルタイプを使ってたんですけど、今回初めて筆タイプに変えてみたんですけど、すっごい描きやすくて、前は結構強めにゴリゴリ描かないといけなかったんですけど、こっちだったらもうスルスル描けるし眉尻とかも綺麗に描けるので、あと全然落ちなくて、なので筆のタイプの方が私は個人的におすすめだなって思って今こっちを使ってます。今日はちょっと強めメイクなのでいつもは平行でもうちょっと太めに下目に描くんですけど、今日はちょっとつり目に眉尻をちょっと上げて山を作って描いてみました。眉毛一つですごい顔の印象柔らかくなったり強くなったり変わると思うので、自分に合った眉毛を探してみてください。筆で描いた後にくっきり感が出ないようにぼかすんですけど、ケイトデザイニングアイブロウのライトブラウン系 NX4 っていう色を使ってて、この真ん中の色を使います。一番上だと濃すぎるんではっきりしすぎちゃうんで、これで眉頭とかふんわり発色させたい部分を粉で描いて、眉尻の方ははっきり発色させないので描かないでここを塗りつぶす感じで描いてます。眉マスカラがいつもこれを使ってたんですけど名前が消えちゃってて分かんなかったんですけど、今回やっと教えられます。キスミヘビーローテーションカラーリングアイブロウイエローブラウンっていうやつです。これも色たくさんあるんですけど、イエロー系が一番こうふんわりして可愛く見えるので使ってみてください。で眉毛自然に見せるためには本当は脱色とかした方がいいですけど、私今日脱色してなくて、でこれを結構がっつり塗って色を消してなじませてます。髪の毛の色と合わせるのが結構いいと思うんですけど、外国人系にしたかったら若干髪の毛の色より暗い方が外国人感が出て可愛いと思います。ビューラーはいつも通りこれを使ってるんですけど、前回の動画で100均って言ったんですけど、それちょっと間違いで、これコージーのビューラーでした。なんかビューラー2種類あって、ここの反り具合が違うんですよね。ちょっとキュッてなってるのもあれば広めのやつもあるんですけど、私結構広めバージョンを使ってます。でここはいつもアロンアルファを入れてこのゴムを二度と取れなくするという技を使ってます。でこれで123ってこう角度を変えてやってまつげをがっつり上げます。まつげの間を埋めるためと、あとつけまのつける場所をくっきりさせるためにレアなみのウォータープルーフリキッドアイライナーブラックっていうのを使ってます。でこれはもう本当に適当につけまつける場所に書いて
隙間ができないようにまつげの間を埋めるって感じです。私は際じゃなくてちょっと際より上の方につけまつげをつけるので、その間が目立たないようにちょっと太めにラインを描きます。マスカラは私いつも使ってるやつなんですけど、メイベリンのザ・マグナムっていうやつの黒ですね。これすっごい優秀で、私目に油が多いのかわからないんですけど、どんなマスカラ使ってもすぐ下が真っ黒になっちゃうんですけど、これはならなくて全然落ちないし伸びるし持ちもいいので、すごく優秀です。いつもこれは使ってます。つけまつげはダイヤモンドラッシュの水色の箱のセレブを使ってます。フルで使うんじゃなくて目頭の方を2束切って、濃くなるところがちょっとでもこっちに寄るようにしてから使ってます。次はアイテープなんですけど、前まで絆創膏を使っていたんですけど、私奥二重なのでどんなに二重を頑張ってもちょっと汚い感じになっちゃうんですけど、これ100均の割にすごい優秀で幅が長いので、いつもより綺麗な二重ができるなと思って最近はこの100均のアイテープを使ってます。多分どこの100均にもあるはずなんですけど、ピンクっぽいパッケージに入ってるやつなんで、よかったら探してみてください。アイテープをつけるときにいつも二重のりを塗ってからつけるんですけど、ファンデとかも結構塗らないで気にしてちゃんとできる人はいいと思うんですけど、私全体的に塗っちゃうんで、ここも化粧品が載ってるので取りやすくなっちゃうので、これを塗ってからアイテープを貼るようにしてます。次はアイシャドウなんですけど、メイベリンのハイパーダイヤモンドシャドウっていうやつを使ってます。色は GD1 ゴールド系の色ですね。ラメが多いシャドウを使いたいときは絶対メイベリンがいいと思います。ラメすごい多くて大きいラメが入ってるので、ラメにしたいときはメイベリンがおすすめなんですけど、アイホール全体に薄いちょっとオレンジっぽいシャドウを入れてから濃いやつで影を作っていきます。でグラデーションをしていきます。次は目頭とアイラインを引いていくんですけど、K パレットのリアルラスティングアイライナーブラウンを使ってます。前までこれ私黒を使ってたんですけど、ブラウンがもっと自然になっていいので最近はブラウンを使ってます。目頭描くときにこういう目をした方がちょっとここが分かりやすくなるので、一回描いてこうやったら隙間が見えるので、そこも埋める感じで描けばすごい綺麗に描けると思います。アイラインはいつもより垂れさせてからちょっと跳ねる感じにしてます。いつもはもうちょっとするようにしてるんですけど、今日はギャルメイクだったので垂れさせました。上のアイライナーが終わったら黒目の最後ぐらいまでは際にラインを細めに引いていきます。今日は珍しく目尻を描いたんですけど、目尻側は自分の好きな幅でいいと思うんですけど、垂れさせてつなげる感じで。だけどこっからもう全部こうダーってなっちゃうと黒目がもうすごい不自然になっちゃうんで、黒目の下までは全部ここ際に塗ってから垂れさせてます。ラインだけだとちょっと不自然になっちゃって、この辺とか白いのでぼかしていきます。で明るめの色で際までの描いたところをなぞって、濃い方の色で目尻をこうガーって濃いめに入れていきます。さっきの同じマスカラなんですけど、これも黒目の下まで塗って、つけまつげもこの目尻の部分しかつけてないので、混ざるように地まつげを伸ばしていきます。で下のつけまつげは増若翼さんのやってるやつ、ドーリーウインクの14番一番薄いタイプの下まつげを使ってます。一番地まつげに馴染みやすいので自然になりやすいので、私は下まつげを使うときは必ず14番って決めてます。3束ぐらい切ってから目尻だけにつけて、でその後にこうマスカラでもうちょっとここをなじませるとすごい綺麗なつながりができます。でその後にほくろ、目頭とか描いたのと同じアイライナーでほくろを描きます。位置にこだわりというか、すっぴんの状態からあるほくろなんですけど、結構濃くて化粧の上からでもうっすら見えちゃうので、それが中途半端だから嫌なので、そのほくろの上をなぞってほくろを描いてます。ノーズシャドウとハイライトを入れていくんですけど、ドーリーノーズメイクアップのドーリーノーズプリンセスノーズっていうのもあるんですけど、黒い方を使ってます。上の方の濃い色でちょっとこうやってやるとここの三角のゾーンが分かるので、その三角のゾーンを塗りつぶした後に鼻筋を結構まっすぐめに、小鼻とか無視してまっすぐ描いちゃうんですけど、自然になるようにこれをつけた時にフーってやらないと、もうここの始まりがめちゃくちゃ黒くなっちゃっておかしくなっちゃうので、つけたらフーってやってから塗るようにしてます。ハイライトはこの T ゾーンと目の下のこの高くなる頬骨のところにちょんちょんと薄めにつけて、今日は鼻筋は割とがっつりめに塗りました。
次がチークなんですけど、ダイヤモンドビューティーブラッシュのジューシーオレンジってやつを使ってます。前はキャンメイクのオレンジを使ってたんですけど、それよりも結構濃いめのオレンジで、もうちょっとやるだけでもめちゃくちゃ発色いいので全然減らないし、すごいおすすめです。いつもは目の下にちょっと原宿っぽくするんですけど、今日は強めメイクだったので結構下目から上にかけて斜めに入れるようにしました。次はシェーディングをやっていくんですけど、キャンメイクのシェーディングパウダー01っていう、これも多分一番黒い色だと思います。こうやって上を向いて顎の下にガーって結構濃いめに私は入れちゃって、で横は前から見たらわからないくらいの場所、前から見た時に分かるような場所まで入れちゃうとプリクラとかでここだけ真っ黒になっちゃうので、前から見た時には分からないこの側面入れるようにして、あとはチークの下にうっすら入れるようにしました。私がいつも使っている薬用の DHC のリップなんですけど、これ私が前メイク動画を出した時にいとこが見てくれてて、中学生のいとこなんですけど、私に限定バージョンを買ってくれたのでまたこれを使ってます。すごい良くて、寝る前とかに結構塗ってから寝て、で朝起きたらそれを結構強めにティッシュで拭き取ると口の角質みたいなすごい取れて綺麗になるので、寝る前のケアにもおすすめです。次がキャンディードールのドロップクレヨンリップのピュアピンクっていう方を使ってます。でこれオレンジと赤とピンクがあるんですけど、いつも私オレンジを使ってるんですけど、今日はギャルっぽくしたかったのでピンクを使います。先が尖ってるので細かいところも塗りやすいし、発色も見たまま発色なのですごいいいと思います。今日はウェーブアイロンを使って全体的にワッフルっぽくしたんですけど、ギャルっぽくしたい時は髪の毛巻いたりするのが一番いいと思うので、皆さんもやってみてください。普通にこうやって挟んでやったら、次はちょっとひっくり返して今度こっち向きで挟んでってやると全部が同じ方向にならないので、ミックスされた感じの巻き方になってすごい可愛く仕上がります。あとちゃんとブロッキングすることですね。ポイントは全部いっぺんに巻いちゃうと巻き残しとかウェーブのつき方にムラが出ちゃうので、ちゃんとブロッキングしてやっていくと綺麗に仕上がります。毛先だけ変な方向に行っちゃったりとか巻ききれなかったりするので、そういう時はこれで毛先だけ挟んでこうやって巻くようにしてます。毛先だけ散らばってたりするとあんまり可愛くないので、そこまで気を抜かずにちゃんとやってます。前髪も結構このままこうやっちゃう人多いと思うんですけど、私の場合ちょっとくしゃくしゃ感を出したいので、上と下にこう分けて1回ブロッキングして、下は結構まっすぐめにやっちゃうんですけど、上はもう角度をかなりつけてくるんって上と下でちょっとブシャってなるように、くせ毛っぽくなるようにしてます。やってみてください。皆さんいかがでしたか？メイクのポイントはいつもより垂れ目にしているところと、いつも下のラインとか絶対引かないんですけど引いてて、あとつけまつげもバチバチにつけてるし、あと全体的に濃いめにしてるので、ちょっとそこがポイントかなと思います。今までのメイクより濃くなっているので、まだバチバチのギャルの子たちにも参考になると思うので、よかったら試してみてください。他にもいろいろ動画を出しているので見てください。バイバーイ。